話せノイズメモリー。おいよーいそうちょ話を長くする。もう黙れ。だって長かったもんだって。わちゃわちゃホロスターズ。さあ今日も始まりましたわちゃわちゃホロスターズ。イエーイ。を務めますホロスターズ1期生のかなでいずるです。よろしくお願いします。そしてホロスターズ1期生リッカです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ホロスターズ2期生の岸と天馬です。お願いしよろしくお願います。します。今日はねこの企画をやっていきたいと思います。はいはい題して、バレずに話せノイズメモリー。おいよいいこの企画は我々ホロスターズが自分の思い出が詰まった私物を持ってきて、メンバーに思い出とともにその私物を紹介します。しかし紹介を始める前にスタッフさんからある課題が与えられて、その課題をトーク中に盛り込んでいかなければなりませんと。ほうほうトーク終了後に他のメンバーは、課されている、お題の内容を、予想して回答します。で、テーマを当てられたら失敗、当てられなかったらクリアという感じのトーククイズゲームですね。トーククイズゲームそう得意そうだな、僕結構。得意そうだね。結構これまあてんちゃまはねだからトーク中にもう自分がその課されたお題をもうバレないようにその普通に振る舞えばいいってそうことですよね。そう、課題のね例題が来ておりますけれども、はいトークの中に海外の方とのエピソードがある、温かいエピソードがあったよみたいなね。実際はそんなエピソードはないんだけれども、なくてもねそう詰め込むってそういうのをことね。詰め込むとか、は例えばなんか喋り方のねところで、人の名前は小声で話すとかね、そういう感じなでるほどね。俺は分かりそうだけどな。いやうんそこら辺は話術なのかな。いやまあなんかその物理的な違和感、ボリュームとかさ、そういうのだったらそうね。なんていうんですか、単にねワードを入れるだけとかではないので、かなりその自然な流れでトークできるかが重要になってくるかなと。そこがむずいな。だから一応まあうん我々のね話術っていうね話術の技量もう十分やってますから我々もね。そうね、はいじゃあまずは誰からいきますか。ちょっとじゃあ俺から行かせていただきましょおう。ね、じゃありっかちゃんの思い出の私物は何でしょうか。俺の思い出の私物はこちらです。はいはい、こちらなんですけれども、まあはいはいはい蜂蜜だね。まあ塩感のある蜂蜜だね 250g、まあ500g、1キロあるかわかんないですけど、 250本当にとか思い出あるんですか。なんかちょっと250雰囲気とか書いてあ思い出るけどね。思い出はまあまあまあありますよ。行きましょうか。12時間、まあ24時間やってるつもりだった。むしろ48時間ぐらいやってるつもりだったけど、ううんんその12時間歌枠の時にうん飲んでた直酔してたんですよこれ。喉痛すぎて。あ、もう飲み物みたそ普いうな感じで。通は溶かして飲むじゃん。じゃなくいやて普通は飲まないけどねもうそのまま普通は飲まないんでしょ。あそっか我々は飲まないか飲まないですけれども。わかんないけどもまあはいはいはい蜂蜜レモンとかいろいろあるやん。うんうんそういうので喉にいいんじゃねえかなっていう話をいただいたから、はいはいはい。じゃあもうでも時間帯そのまま行くかっつって直酔いしてたやつです。これそのままかなり塩感のある感じで。僕はそのエピソード聞いたことあって、うんなんかリッカ君は蜂蜜直で行くからねみたいなのね、リッカの話してる時にコメントに、直で行く人みたいになってるけどね。そうそうそう日本酒直で行く人みたいになってそんなイメージあるかな。そうね、このエピソードはそうなんだろうね。おー、なるほどね。配信に絡んだ私物ではあると。私物だね一応ね。これはなんでこ嘘じゃない。れ写真は、その時にこんだけ蜂蜜減ったよってことで撮った写真なんですか。なんかいや蜂蜜直吸いとかないっしょって言われたんから、はいはいはい。いやこんだけもう指で潰した感じあるじゃんもう。いい機会だし紹介しようと思ったってことね。そうで、いや嘘やないよっていう意味のこの写真、証拠写真ね。なるほど。そうもうお題達成してんのこれ。お題は一応達成やってるよ。嘘。全然わかんないんだけど。以上です。以上です。全然わかりません。うん。まあ不自然。うん。全くま変なところが一つもなかったけど、あ、うん。まあでもこっから探んなきゃいけないんだったらまあ一個ちょっとこれかなってなるかな。お、いずれ俺もいける一応絞り出してみよう。 OK。じゃあちょっと僕の回答から行かせていただいていいですか。はい。僕は気になった点、ここがおそらく
課題なんじゃないかというのは、喋ってる最中に声を裏返らせる。あ、なるほどね。いや違うよ。なるほどねこれさ、この指令が来てなかったの、なかった時に普通に話してて裏返ってたら、なんか裏返ってるのを指摘しちゃってたら、なんか申し訳ない気持ちになるよね。いやいやいや、基本的いや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 にもう先に言っちゃいますけど、結構裏返ってますからね俺。言ってあ、僕じゃあいいですか？あ、いいですよ。僕はあれ話し方系とかじゃないと思う。僕はワードかなと思って、はいはいはい。普通ははいって切り出して普通のエピソードではない。ああ、なるほど。普通はすごい読むねそれはなんか俺らもその流れに加担した感じがあったけど。多分マジかってなると思うよ。じゃあちょっ本と。あ、じゃあいい答えっていいですよ。お願いします。はい、正解はですね、話に出てくる数値をすべて2倍以上にしてでした。最初に 250g、500g、1キロとか言ってたでしょ。あと12時間、24時間、48時間とか言ってたでしょ。ああ、言ってた。言ってたけどなんか間違えちゃってんだと思っただけだったわ。そう、なんか言ってたけど、おいなんか僕が変なこと言ってるなー。うん。なんかね。そういうのあるんだ。そういう感じだから多分なるほどね今ので傾向が分かったと思うんだけど、あーって感じでししょ。多分なん全か然考えてるとこ違う。ごめん、トークの膨らませ方がちょっと独特な子なのかなと思って。いやだからそれが不自然だったってことなんだけど。いやなんかそそういうことね。の数字持って言いたいんだなってなんか。いやもっと言わないよ俺。いやわざわざボケなのかなみたいな思っちゃった。ああそじゃあそれ何回も聞かされたら確かに分かう。っちゃう。そうだからもう一回やったら多分バレたと思う。なるほどね。なるいやほどね。ややうまいですね。いやこれお題がむずいと思うわ。お題は難かったけおども。題がむずい。でも今傾向が分かったと思うんで。なるほどね、こういうのもあるんですね。まあじゃあちょっと次MC の私行かせていただいてよろしいですか？お願いします。お願いします。じゃあ私かなでいずるの持ってきた思い出の私物はこちらです。生々しいやつだな。私物これ。まあもう私物になったものというとね、私物になったんだ。多物から私物になったんだな。私物になりましたね。ああ、魚だねこれ。まあこちらの話で言いますと、まあ私がこういったねアウトドアが好みだっていうのは結構周知の事実とみんな知いうか、ってるね。お二人もご存知だと思うんですけれども、ご存知です。まあね、なんでこういうねアウトドアにハマったかっていうと、大昔の話でいけば僕が生まれてたね、そのなんか地元がかなりねもう絶海の孤島だったみたいなところから始まるんですけど、一つだけその決定的にねそれが趣味に変わるタイミングがありまして、これ言っちゃうとちょっと見バレするレベルかもしれないんですけど、僕修学旅行がね海外だったんです。そうで海外に行ってなんていうんですかね、その海のレジャーみたいなね、あるあるね。マリンスポーツではないけどなんていうんですかね、そういうレジャーみたいな体験のコーナーがあって、そこでなんていうんですかね、班のメンバーに分かれてこういった感じでそのシュノーケリングっていうのかな、結構僕が行ったね海外はそのグアムとかそういう感じではなくてアジアの方だったんですよ。そうでそちらの方で地元の漁師さんなのかな、ちょっと女性の方だったんですけれども、その方々に連れられてそのマリンスポーツを楽しむみたいな会の中でその一環で写真を撮ったみたいな感じのものになるわけですね、こちらが。はい以上ですか？以上です。なるほど。いやこれ僕いけたわ。これいけました？いやもうバレちゃったよ小池さん。これバレてますか？僕にはバレちゃう。じゃあちょっとじゃあいいですか、自分僕から。に課された課題分かりますか？岸藤さんどうですか？どっち行くかな。じゃあワードの方で英語のカタカナ横文字の言葉を5つ以上言う。なるほど。レジャー、マリンスポーツ、シュノーケリング、グアム、そんないろいろあったけれども、なるほどね。そのエピソードそのものが嘘か、ちょっとどっちか言おうか迷ったけど、5つ以上なんか横文字入れるみたいな感じだと思います。じゃあちょっとリカちゃんの方の回答。そうだね。でもかぶっちゃうとあれなんで、確かに急に海外のお話をしだしたから、親って思ったから、その一つ以上その思い出じゃない嘘を混ぜるっていう感じなのかなと思って、その海外のワード以外だったら、そっちもあるね。そのどっちかだと思うから、俺はじゃあそっちにします。もうちょい具体的にいただけますか？もうちょいだね。もうちょい。
じゃあ海外の要素を入れたエピソードにするというおじ題を。ゃあそちらでよろしいですね。はい。まあ私に課された課題というのはですね、はい。岸戸天幕残念。舞台を海外にしておでした。いやいや迷これはほぼ合ってるなったんだってそっちと。まあね、急だね。俺も話してて、絶対海外じゃないだろこれって。親ってなったわ。何の話だって思ってちょっと海外で聞いたことねえよ、海外で森好きするって。まださ、なんかさ、そのシュノーケリングとかはさ、ギリギリありえそうっちゃありえそうじゃん。まあね。盛り付きはないだろって思いながら。森好きないやろ絶対とそう、思って。個人的にね、ちょっとだいぶ苦しい思いをしながら話しましたけ海れども。外にするには一番難しいかもしれない。まあ今のはね、まあその正解はね、まあそのテーマは悩んでちょっと外してしまったんですけれども、まあリカちゃんの方が正解といった形でおめでとうございます。じゃあちょっとこの順々でね、ちょっとテマくんのやっぱりいいですか？聞かせていただいてもよろしいですか？くださいよ。よく見せてもらおうかなと思うんで。テマくんの思い出の私物は何でしょうか？こちらです。ドドン。おお。けん玉。年季の入ったね。年季の入ったけん玉でございますよ。こちらね。初めて聞いたんだけど、これもしなんか使ってるとしたら。俺もね全然これにまつわるエピソードは聞いたことがないね。ないよ。言ったことないからね。本当にそれ思い出ある？それ。思い出ありますよ。そこからもうこれ玄関に飾ってあるやつ適当に写真撮ったとかじゃなくて。いいよ大丈夫。ああ、そんなことない思い出ありますよ。待って、スタートしていいのかな。じゃあ今からいいですよ。始めまはーい。ーす。じゃあ僕はね、小学校時代にですね、まあこのけん玉もそうなんだけど、けん玉とかあやとりとかをね、非常に得意な少年だったわけです。ああ、なるほど。はいはいはい。でけん玉は得意だったんだけれども、だから得意になったのね、けん玉って。で、まあ人類みんなそうでしょ。そう最初の頃は本当にできなくて、特にね今この穴に刺さってる状態になってると思うんだけど、その下からねスローをしてカチャってなるわけじゃん。これが最初の頃は全然難しいんですよ。はいはいはい。ただですね、私のその恩師がですね、小学校の担任の先生がですね、けん玉すごい得意で、それで教えてくれたんですよね。なるほど。で、その恩師が独特な喋り方するんだけど、天馬くんね、こうやってスローこのようにね喋っていたわけです。で、それに僕も習ってやっていたら、無事ねけん玉が得意になれたという、そういった話ですね。以上です。思い出がそういう話であったと。では回答の方行きたいと思います。いやでもこれで外したらはずいな。まあな。一個も嘘ついてない。一個も嘘ついてない。まあじゃあちょっと僕からの回答、僕が一番引っかかった点、スローですね。やっぱりスローの部分が課題なんじゃないかなと思うんですけれども、普段言わないような単語を2回は言う。みたいなね。いいと思います。なるほど。リカさんはどうですか？もちろんスローではあるんだけど、ちょっとネイティブっぽい感じで単語を入れるって感じなんだろうな。いいですね。いいです。だって今スローってわざわざ言ってたから、普通スローするんだよねって言うんだったら分かるけど、スローって言ってたからね。2回ぐらいちゃんとスローするって聞かないけどな、けん玉で。聞かない。以上です。大丈夫ですか？以上です。じゃあちょっとよろしいですか？はい、私の今回のお題は英語をネイティブな発音で多用してくださいでした。多用してごめん。いやむずすぎだろこれ。ネイティブな発音だよ。ネイティブな発音がまず分かんないのにさ。だから僕始めるよって言った後スターって言って始めたんだけど、そこは普通に耳に聞こえてなかった。全然。本当に。けん玉とネイティブの英語はもう正反対だね。ミスマッチなところではあるね。多分しようと思う。海外で流行ってるからけん玉は本当英語で言うとこうですみたいなのができたら。知らないもんだって。俺も知らないけど。だからもう先生をネイティブな英語を使う人にするしかなかったんだけど、エピソードそのものが嘘です。なるほどね。エピソードが嘘なの。ちなみにこれはどういう思い出だったんですか？この本当の。僕一人っ子なんだけど、普通に家で両親共働きで帰りが遅かったから、けん玉の動画見ながらけん玉練習してただけです。なるほど。それもね素敵な思い出ですね。
それだとちょっと英語が使えないなと思ったんで。なるほど。頑張って無理やり入れたと。無理やり入れました。ということで、まあこちらもね、正解は。が正解だね。おめでとうございます。おめでとうございます。得意かもしれんな、これ。得意かもね、なんかね、洞察力が優れているというかね。じゃあまあちょっとお次行かせていただいてよろしいですか？お願いします。私の思い出の私物はこちらでございます。ああ、これ見たような気がするんだけどね。これ見た？味噌汁。味噌汁ですね。これね、ツイッターにもあげたんやけれども、これ何の出汁で撮ってるかわかりますか？これも始まってる？もう始まってます。もう始まってる。当たり前やないかい。赤だし。赤だし。赤いやでさ、なんかそのタラとかそういうやつでしょ。じゃあ、そう。赤だしは味噌です。多分。味噌の話を出しちゃう。じゃあ分かった。さっきの魚。ああ、なるほど。組み合わせて。プリカちゃんは？俺はだからまあその魚のタラ系じゃないの？タラ系。なるほど。まあちょっとこちらなかなか聞かないかもしれないんやけれども、エビです。おお、エビか。エビの味噌汁。そう、皆さんね、エビとかってなんかスーパーで買ったりとかしますか？しません。しませんか。しないんそれね、自炊しませんよね。僕ね、エビ買うときにやっぱ一番気をつけているのが、スーパーでエビ買うとするとですね、まあそのむきエビか殻付きエビがね売ってるんですよ。ああ、そうだね。そう。で、むきエビと殻付きエビってまあ最終的にね値段ってほとんど変わらないんですよね。殻の分だけ例えば表示のねグラム数がむきエビやったら300で殻付きエビで400グラムぐらいで値段は一緒みたいな。ってことは殻がついてる方がお得なんですよ。確かにね。手間はかかる。で、基本的に手間かかるんだけれども、じゃあ殻付きエビはなんで買うかっていうと、殻付きエビの方を買ってで殻自分で剥いてでその殻をねオーブンで炙って香りを出してからそれから出汁に使うみたいな感じで。めっちゃ手間かけてる。手間かけるのがね僕好きだったりするんですよ。これ飲むのは別に好きじゃないんですけど、手間かけてる段階がめちゃめちゃ好きで。なるほどね。でまあそういう感じでね、これ深夜にね料理キャスやったんですよ。はいはい。でまあ今何やってんのみたいな感じでその視聴者の方にね問われて、今エビの殻をね一生懸命剥いてますみたいな、なんやねんそれみたいな感じでめちゃめちゃバーッとコメントも来たりしてね、楽しい感じの思い出なんですけれども、これ作るのにね2時間ぐらいかかりました。エビの殻だらだら剥いて。これをこの一杯に2時間。この一杯に。もうしかも深夜の2時ぐらいからエビの殻剥き始めてます。で3時ぐらいできたんだこれ。もうとんでもないやばいやつになってもうてましたね。もう完全に深夜にね。でまあそれからまあこれどんな感じのね食味だったかと言いますと、僕結局ねバカ舌なんですよ。ふんわり香るエビの鼻にねふわーっと抜けていくようなね爽やかさなんて特に感じなかったし、分からなかったし、ただ豆腐だなとかね。これ手前側に見えているのがこれ舞茸なんですけれども。これ舞茸なのか。そう、舞茸なんですよ。舞茸キノコの食感がするなとかね。エビが全然感じられなかったと。エビは感じられなかったんですね、最終的には。そう、食レポも下手くそでして、なんかその中途半端な感想をねツイキャスで垂れ流したりしまして、でまあちゃんと以上です。達成できましたか今回は。できていないかもしれませんがいやテマちゃんからお聞きしていいですか？普段よりも数段元気にしゃべる。お前ふざけんね、適当に言ってもらう。いやだってもう投げてんだこの企画。違うこんなお題が来ると思ってる今までの流れから。普段よりもじゃあ語尾を上げる。まあ許しましょう。細かいね。300g では300g と450g で価格は同じなんですよ。なるほどね。言わない。いずれは言わない。あ、そう。いずれ 300g と 400g の価格が同じだから。俺も全然なんかこの世に何も見出してない感じの喋り方するんだ。いつもはそう。400g だから買ってるんだよね。なのに今日はなんか元気そうだった。なるほどね。いつも元気ないやつみたいな。いつもは元気ないのに。置いておいて、じゃあちょっとリカちゃんのお願いします。答えいただいても。これ俺2つあるんですけど、どっちかちょっとおろうかなと思うんですけど、まず2つでもいいですよ。めちゃくちゃ早口になってるな、いつもより。でも多分これはお題をやらなければいけないという使命感のもとなんか頑張って喋ってるんだろうなっていう。それだいぶリカちゃん僕のことよく知ってますね。これが1つあるんですけど、そう思ったそれも。ただ多分もう確実にこれだと思うのは、普段あんま使わないより関西弁で喋ってくれって言われてるんだろうなっていう関西弁ニュアンスを入ってるのかなと。関西弁なんてやってた。リカちゃんちょっとじゃあリカちゃん2つあるんですけどって言った
ところもあるんで、2つじゃあちょっとお願いしていいですか。もう1つ、これ実は2つ来ております。そうだよね。まず関西弁は確定なんだよ。でもそのすごいギャーって喋るんじゃないんだとすると、わかった。僕言っていい？君には回答権はないです。僕も2個言ったっていいだろう。じゃあまあいいよ、もう1個言っていいよ。話を長くする。もう黙れ。だって長かったもん。だってそんな喋ると思って。関西弁と早口にするかな。もしかしたら。なるほど、わかりました。はい。じゃあこちらで出揃ったということで、私のお題の方はこちらでございます。食事の描写を細かくしてと、あと関西弁でですね。食事の描写を細かくしては分かる。話が長いわ。合ってるじゃん。じゃあいや、合ってないです、合ってないです。細かくして、話が遠くはなく近からずみたいな感じですけどね。でも関西弁だった？いや、結構今回ちょっと関西弁をなんかちょっと無理して使ってるかなって感じちょっとしたよ。例えば一番わかりやすいので言うと、視聴者の方からね、なんやねんみたいな感じでコメントが来たりしてみたいな感じのことは僕言いましたね。最初からちょっとなんかその語尾とかなまらせようとしてたよ。ちょややなまりだったと思うよ。ややなまり。分かんなかったわ。それでは今回のね、優勝者の方を発表させていただきたいと思います。はい。もう来たよな。優勝は私からでいずれでございます。どこの要素でね、優勝。ありがとうございます。おそらくね、2回目の喋りが効いたんじゃないかなと。確かに難しく思いますね。完全に翻弄とか、2つのお題をね、いっぺんにこなすというね、荒技を披露してみせましたから。あれね、確かに。当然の結果かなと思うんですけれども、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。どうですか。いやー、なかなか難しいですね。こういったトークのゲームっていうのはね、まずトークが難しいのにさ。そうだね。そんな縛られたら困っちゃうよね。でももうだってテーマに関しては思い出も何もないもんね。思い出がないもの持ってきてから。思い出あるのに。かなりね難しいトークテーマとお題がねありましたけれど、皆さんねかなりうまくこなせていた部分はあったんじゃないでしょうか。視聴者の皆様はこんな企画をしてほしい、こんなのが見たいなどあればコメント欄にぜひ書き込んでいってください。また次回のアツアツホロスターズもお楽しみに。せーの、おつかれ様。バイバイ。